400年前の建物が今も残る松本城。ということで、観光5日目は松本城二の丸からスタートです。まずは二の丸へ入るための正門、太鼓門です。太鼓門へと続く石橋は途中で幅が狭くなる鵜の首と呼ばれる形になっています。二の門は高麗門ですね。歌舞伎を屋根の中心に切妻屋根が乗っています。薬衣門から進化した高麗門は控え柱の上にも小さな切妻屋根があり、上から見るとコの字になっているのが特徴です。枡形に入った先には櫓門があります。櫓門を支える石垣には玄葉石と呼ばれる大きな石が置いてあります。松本城最大の石で重さが 22.5 トンもあるとされている石で、石川数正の息子石川玄葉の神安長の名にちなんで玄葉石と呼ばれています。石垣の復旧は平成4年に、櫓門は土台石の形に合わせて平成11年に復元されました。太鼓門があった当時は朝の6時に開門、夕方の6時に閉門されていたようです。復元にあたって建築当時の樹齢400年のヒノキが使われています。櫓門北側の台上には太鼓門と呼ばれる由来となった太鼓楼があります。時を告げる太鼓が置いてあった櫓ですね。櫓門の内部は耐震工事のため今は入ることができませんが、以前は一般公開されていました。門に張り付いた敵に対しても攻撃できるように、東側には石落としもあります。太鼓門の北側には二の丸御殿がありました。1727年、享保12年に本丸が焼失するまでは、藩政の実務を行う場所として、本丸焼失後は清張も移し、明治時代に入って焼失するまでの長い間、藩政の中心となっていた御殿です。部屋割りを一つ一つ紹介していくと、それだけで膨大な時間がかかってしまうので、外観の紹介だけといたしますが、二の丸御殿跡には平面復元がされていて、当時はどこにどのような部屋があったのかがわかるようになっています。二の丸御殿の目の前には大きい番所があります。ここから南に向かうと本丸への入り口が見えてきます。本丸の手前、二の丸南東には小三治御殿があります。移転する前に松本市立博物館があった場所ですね。小三治御殿の内部の説明も割愛しますが、本丸御殿焼失前の設計図に基づいて再現しています。風呂屋やすき家、茶室などがあり、藩主の別邸として建築されました。藩主が趣味に没頭できる場所として建築されたこともあり、鷹狩りの鷹を飼う鷹部屋もありました。この鷹部屋があったエリアには本丸御殿焼失後、藩主が生活するための
新御殿が建てられています。松本城の中心、本丸へ向かいましょう。松本城本丸の正門、黒門です。格調高い正式な門という意味で最高の色、黒を使って黒門と呼ばれています。黒門は昭和35年に復元されています。黒門の櫓門をくぐると本丸です。今は左手を見ると天守が見えますが、当時はここに本丸御殿が建っていました。本丸御殿跡は庭園になっていて、瓦で仕切りがしてあります。本丸御殿の内部も一つ一つ説明すると長くなってしまうので割愛しますが、城主の居館と同時に藩の政治の中心であったこの御殿には60を超える部屋があります。松本城の本丸北東にはお馬屋がありました。本丸の中に大きな馬屋を置く珍しい城郭になっています。お馬屋の前の御門をくぐると内馬場があります。本丸内の馬術の練習をする場所ですね。途中にはお馬見どころがあります。お馬見どころから御殿内に入ったところには小松なぎの桜があります。加藤清正公にお土産として名馬を贈ったとして有名な場所です。松本城本丸西側には石垣を潜るように作られた渦見門があります。以前は渦見橋からの城内への入り口として入ることができた門ですね。今は耐震工事の関係でこちらも入ることができないようになっています。松本城の守備の要、天守閣ですね。松本城の天守は連結複合式天守と呼ばれます。詳しくは天守のどこかの動画でお話ししていますので、気になる方はぜひね、見返していただければと思います。天守台が低いことも特徴の一つにある松本城は、石落としを間近で見ることができます。松本城の天守閣は渡り櫓から中に入ります。渡り櫓から入って右手が乾小天守です。乾小天守も耐震調査で今は入ることができません。今回は設計図を参考に再現しています。左手が大天守です。大天守1階は4部屋に間仕切りができるようになっています。当時は壁を建てて倉庫にしていたみたいですね。2階には縦格子窓があり、とても明るいフロアになっ
っています。今も展示台とかが置いてあるフロアですね。外からは見えない3階です。千鳥ハフの下部分から明かりが入ってきています。4階は戦時に城主が指揮を執る御座所がありました。5階は4方向にハフの入り込み間があり、外を見渡せるようになっています。戦時には作戦会議をする場所として想定されていました。最上階です。最上階の天井は張られていないため、井桁張りの上にある羽木を見ることができます。羽木の高いところに祀られているのが26夜の神様です。大天守の最上階はもともと縁側だった部分を囲う形で壁が作られているので、外から見ると最上階だけ大きく見えます。最上階からの景色は最高ですよね。2階まで戻りたいと思います。大天守の2階からは江戸時代に入ってから増築された辰巳助櫓に入ります。平和な時代に作られた建物なので、寺院風の花頭窓が設けられていますね。階段を降りて1階からは月見櫓につながっています。3代将軍家光を迎えるために作られた月見櫓は、色付けされた船底天井で作られており、3方向に朱色の羽コーランという平和を象徴するような建物です。月見櫓の地階からは床下を見ることができます。月見櫓のすぐ下には水門があります。ここから船に乗って水堀で優雅に景色を楽しんでいたのかもしれませんね。本丸の紹介は以上ですが、二の丸の紹介が残っていますので、二の丸に戻りましょう。二の丸に戻ってきました。二の丸西側を紹介していきます。二の丸には時代によって大小様々な蔵が建てられていました。再現は信州松本城の図を参考にしています。ここにある井戸はエンドポータルにつながる入り口になっています。蔵と土塁の間、この場所は城主が馬術の練習を行うもみじの馬場です。突き当たりまで進んでいきましょう。
二の丸南西は今の松本城では写真スポットになっていますね。5つの天守群がすべて見える場所です。もみじの馬場の突き当たりにはお庭型の詰め所があります。城内の庭園を整備していたお役人の待機所ですね。奥に進むと城主のための庭園があります。お茶屋があったり、池が作られていました。周りの建物から少し離れた場所に火薬を保管する炎症蔵がありました。さらに北に進むとまた庭園が広がっています。庭園に入るための木戸がこちらに用意されていて、ここが外部からのお客様が待つ待合室になっています。ここから茶室の入り口へと道がつながっています。お茶の先生が入る入り口はこちら側にありますね。この木戸を抜けるとお船小屋があります。ここからお堀に小舟を出して船遊びなんかをしていたんでしょうね。お船小屋のすぐ隣にあるのが渦見橋です。敵が直進できないように折り曲げられた折れ長橋になっています。とは言っても、この橋が作られたのは昭和30年で、江戸時代から明治時代にかけてはこの場所に芦田塀が建てられていました。松本城の復元にあたってこの橋を壊すかどうか検討されていたようですが、建築されてからの歴史があるため、どうやら残すことになったようですね。妙に松本城にマッチしていて私は好きだったので、今回再現するにあたって芦田塀ではなく渦見橋を作らさせていただきました。この北門を抜けると目の前には若宮八幡社があります。というわけで松本城の紹介は以上となります。5日間にかけてワールドを紹介してきましたが、いかがだったでしょうか。国家応援団の皆様はこの動画投稿に合わせてレムルズを更新しますので、改めてワールドで遊んでみてくださいね。松本城は細かく説明をすると本当に時間が足りないので、だいぶはしょらさせていただきました。歴史や物語がたくさんある場所なので、これを機会に興味を持っていただけたら嬉しいです。気になる場所などありましたら、ぜひコメントいただければと思います。これでようやく一段落つきました。ということで、そろそろ新シリーズを始めていきたいと思います。ちょうど7月で3周年なので、また心機一転進めていく所存です。改めまして、どうぞ新シリーズもよろしくお願いいたします。最後に松本城の写真をね、皆様に紹介しながらお別れしたいと思います。チャンネル登録、高評価いただけると嬉しいです。それでは新シリーズで
またお会いしましょう。